ミルトンチャンネルです。今日はこの 12V クーラーをより快適に使うために新しくサブバッテリーシステムを総入れ替えしました。その導入したバッテリーがこちら。このバッテリー 460Ah と大容量なのに結構コンパクトで、これまでずっと嫌だと思っていたバッテリーの並列接続をせずに使えるようになってめっちゃテンション上がりました。長かった寒い期間が終わったので、今回は冬仕様から夏仕様に変更します。スタッドレスタイヤをノーマルに戻し、外したスタッドレスタイヤはタイヤの裏面に融雪剤が残っていたので、高圧洗浄機できれいに洗い流しておきました。これからのシーズンは FF ヒーターももう使うことがないと思うので、床下収納部分に FF ヒーターのケーブル類を片付けて模様替えすることにしました。床下収納を大きく占領している羽毛布団も春用の寝袋に交換します。羽毛布団とシュラフを入れ替えたので、床下のスペースにだいぶ余裕ができました。秋から冬にかけての車中泊はレノジーの 100Ah のサブバッテリーでも電力的に十分足りるんですが、この 12V クーラーを長時間使うには 100A の電力では全く足りないので、今 100Ah しか積んでいないサブバッテリーを 400Ah まで増設します。まずは今ついているサブバッテリーを取り外します。誤ってショートさせないようにプラス極側はマスキングテープで養生しておきます。フラット床と床下収納を支えているイレクターラックも一旦取り外します。リタイムの 200Ah のサブバッテリーは1つ 20kg 以上あるので結構重たいです。バッテリー同士を並列で接続配線し、インバーター、走行充電ケーブル、12V クーラーのケーブルをつないでいきます。この並列の配線めちゃくちゃ大変でした。かなり気を使って取り付けました。というのも 12V クーラーのこの配線は並列にこのように電源を取り付けた場合に、プラス極がこちら側のバッテリーにつないで、マイナス極はこちら側の反対側のマイナス極につなぐ必要があります。で、これは走行充電器とインバーターも同じで、プラス極はこちら側の方に、インバーターと走行充電器のマイナス極はこちらの方にという形で、並列でつないだ際にはプラス極とマイナス極をこのように分けて接続しないと2つのバッテリーから均等に電力が流れていかないので、そういった感じでかなり苦労してバッテリー接続しました。分かりづらいので配線図にまとめてみました。並列にすると配線しなければならない箇所が4箇所に増えるので、配線がとても複雑になります。実際に使ってみるとこんな感じ。映像のように収納の半分以上を電気関係のものが占めていて、荷物がパンパンに詰まっているので、シンクやキッチン用品も取り出しづらくなりました。また荷物を取る際にケーブルに引っかからないかかなり注意する必要があります。一応どうにかこの中に入れられたというような感じで、ちょっとあまり見栄え的にも良くないですし、並列で置いているがゆえにちょっと結構無理して置いている感じはあります。これだけの本数のケーブルが床下にたくさんあるっていうのはちょっとあんまり安全上も好ましくないので、もっと容量が大きくて小型のバッテリーがないかを Amazon で探しました。探す条件は 12V で 400Ah 以上の製品。まず一番最初にチェックしたのがリタイムの製品。これは 460Ah で大容量で使いやすそうだったんですが、バッテリーの長さが52センチもあり、車の床下に縦置きで入れることができないので却下としました。次にレノジーの製品もチェックしたんですが、 Amazon には 300Ah までのものしか売ってなくて、レノジーの公式だと 400Ah で47万3000円とかなり高額になったため、こちらも却下にしました。次にレッドオードの製品。こちらは 410Ah とバッテリー容量的には問題ないんですが、こちらも長さが52センチあって私の車に縦置きで入れることができないので、これも却下にしました。そこで Amazon で見つけたのがバトラー 460Ah のサブバッテリー。こちらはワット数に換算すると 5888Wh もある大容量のバッテリーで、使用状況にもよりますが、私の持っている 12V クーラーを夜間8時間程度は楽に動かせます。
しかもスマホで電源管理ができる便利な機能もついていて、サイズも比較的コンパクト。また価格の面で考えても、私の使っているリタイムは2個並列させるので約22万円になるのに対し、バトラーは総額約18万円なので、こちらに総入れ替えすることにしました。内容物はバッテリー本体、取扱説明書。この製品はリン酸鉄リチウムイオンセルになっていて、 12.8V 460A の大容量のサブバッテリーになっています。私が昨年まで使っていたリタイムの同容量程度のサブバッテリーと比較するとこんな感じ。このようにリタイムの方は並列でつないでいるので、ケーブルがごちゃごちゃしています。これに対しこちらのバトラーのサブバッテリーは、これ一つで 460A あるのに対し、リタイムのサブバッテリーは2つ合わせて 400A の電力容量なので、バトラーのサブバッテリーより少しバッテリー容量も少ない感じになります。縦に並べてセッティングしてみるとこんな感じで、上から見るとかなり大きさに違いがわかると思います。こちらのバトラー 460A はリタイムと比べると多少このように高さがバトラーの方が大きいんですが、縦に並べてみるとリタイムの方がこの横幅が大きくなっているので、そういった意味でもこのバトラー460の方が使いやすそうだと感じています。また私がこのバトラー460を導入しようと思ったきっかけが3つあって、まず1つ目はこの本体横についているこの電源スイッチ。この電源スイッチをオンオフにすることで、メインスイッチのライトが青く光り、このスイッチを押すだけで充電と放電両方ができるようになります。逆に言うと、このスイッチをオフにしておきさえすれば充電も放電もしなくなるので、そういった意味では手軽に切り替えることができます。またこの電源をオフにした状態でバッテリーの接続をするようにすれば、ショートの心配なく安心して接続ができます。通常のサブバッテリーはもうこのプラスとマイナスの極に常に電気が流れていて、電圧を測定してみるとこのように 13.36V 常に電気が流れている感じなんですが、こちらのバトラーのサブバッテリーは電源をオンにしている状態ではこのように 13.21V を記録しているんですが、これを電源をオフにして電圧を計測してみると、このようにほとんど電気が流れない状態になります。この機能は最新版の同容量のサブバッテリーにもない機能なので、この機能私結構気に入りました。2点目の理由はこのバッテリー本体上部にある温湿度計。こういったリン酸鉄リチウムイオン型のサブバッテリーは寒さに弱い性質を持っています。私のように真冬の車中泊に行く場合、車内の温度が下がりすぎてしまうと寒さでバッテリーの電力がどんどん失われていって、バッテリーが使えなくなることがあります。このようにバッテリーの上部に一目でわかる温度計がついていると、そういった意味でも便利だと思いました。続いて私が気に入った3点目、それはこのような専用アプリを入れると、スマホでバッテリーの残量や電圧、バッテリーの温度も測れるようになっています。これかなり便利な機能だと思います。こういったスマホで電源を管理する機能は同じクラスのレノジーの製品にはついているんですが、ほぼ同じ大きさのリタイムの製品にはこのスマホで電源を管理する機能はついていないようなので、そういった意味でもこのバトラーのサブバッテリーを気に入りました。このバッテリーのサイズは縦 27.5 センチ、横48センチ、高さ25センチなので、私の車の床下にギリギリ置けるサイズです。このバトラーのサブバッテリー、気に入ってる点がもう一つありました。それはすでに絶縁キャップが仕込まれていること。これはプラスチック製のようでかなり硬い素材でできています。通常このようなサブバッテリーはキャップがほとんどついていなかったり、ついていてもこのような簡易のキャップがほとんどなんですが、このバトラーのサブバッテリーはしっかりした絶縁キャップがついています。プラスドライバーで絶縁キャップを外します。絶縁キャップを開けると 13mm の緩み止め防止のロックナットで固定できるようになっています。通常普通のサブバッテリーは緩み止め防止にワッシャーを使って固定する方式なので、
この部分でボルトの高さを食ってしまうんですが、このバトラーのサブバッテリーはナット自体に緩み止め防止機能がついているので、ワッシャー等でボルトの部分の高さを使ってしまわないので、この端子に複数のケーブルをつなぎやすいです。こういった点も私個人的には気に入りました。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用の充電器で充電をさせてみたいと思います。この部分に緩みがあると発熱や発火の原因になるので、レンチを使ってきっちり締め上げておきます。バトラーのメインスイッチを入れて充電をさせてみます。充電が開始され始めました。バッテリー残量は 48%、 約 234Ah 入っています。念のためどのぐらいの時間でバッテリーがたまるか時間を計測しておきます。現在 40A、 545W で充電されています。残りの充電時間が約5時間半になっているのですが、本当にこのぐらいの値で充電されるかもストップウォッチで計測しておきます。充電開始から1時間2分後、念のため熱くなってないかサーモグラフィーカメラでチェックしてみます。バッテリー本体はほとんど熱くなっておらず、充電前と同じ19度程度になっているようです。一番発熱しているバッテリーのボルトの部分でも20度程度の温度しかありませんので、発熱に関しては特に問題なさそうです。バッテリーの残量が 57%、 40.68A で充電されていて、ワット数は 550W 程度です。バッテリーセルの MOSFET の温度も一番高いところで21度程度、発熱に関しては全く問題ないと思います。はい、バッテリー充電開始から2時間が経過しました。バッテリー残量は 65%、 充電のアンペア数は相変わらず 40A です。ワット数は 550W 程度を指しています。 MOSFET の一番高い部分の温度が 22.5 度、充電の溜まり具合は 40A の充電で1時間に約 10% ずつぐらい充電が溜まるようなイメージです。念のためサーモグラフィーカメラでもチェックしてみますが、一番低いところで17度程度、一番高いボルトの部分でも20度程度なので、やはり発熱的には全く問題なさそうです。バッテリーを充電している充電ケーブルの温度が一番高いぐらいで、それでも30度程度しかないので、こういったスマホや人体の方がよっぽど熱いぐらいなので全く問題なさそうです。はい、バッテリー充電開始から6時間6分が経過しました。今現在のバッテリーの残量は 99% になっていて、バッテリーの充電電流も 29A まで落ちています。ワット数も 412W まで落ちました。はい、充電開始から6時間26分で残量が 100% まで充電されました。バッテリーの中の温度も一番高いところで25度、それほど熱くなっていないです。サーモグラフィーカメラでチェックしてみますが、バッテリー本体の温度が18度程度、バッテリーのボルトの部分も19度程度なので、発熱に関しては全く問題ないと思います。このバトラーのサブバッテリーはリン酸鉄リチウムバッテリー専用の充電器で充電しても発熱することはなさそうです。このバトラーのバッテリーの中には現在 489.97A の電力が中に入っているようです。このバトラーのサブバッテリーは Amazon ページには 460A というふうに書いてあるんですが、実際に 100% まで充電させたところ 489.97A と約 30A も多く充電できることが分かりました。ではこのバッテリーを使って実際に 12V クーラーを動かしてみます。検証はゴールデンウィーク中の快晴の日に行いました。かなり日差しが強いので古民家にシェードをつけてみたんですが、若干蕎麦屋みたいな雰囲気になってます。実はこのバトラーのサブバッテリー 47.5kg もあるのでめちゃくちゃ重たいです。めっちゃ重たいです。大人1人でもギリギリ持てないことはないですが、可能であれば2人以上で作業された方がいいかもしれません。エレクターパイプをセッティングするとこんな感じ。このエブリィのために開発されたようにジャストフィットしています。高さも 26.5 センチなのでパイプにも板にも干渉しません。配線をしていきます。プラスとマイナスそれぞれ1つずつしかないので間違う可能性もなく安心して作業できます。絶縁キャップを外してケーブルを接続していきます。プラスケーブルはショート対策でマスキングテープを貼っていました。プラス極を接続したらマイナス極も同様に接続します。はい、こんな感じで接続できました。
この部分にはこの 12V クーラーのプラス極とこの 1000W のインバーターのプラス極、そして走行充電器から来ているプラス極がつながっています。でマイナスの方も同じような感じで3本つなぎました。映像では分かりづらいのでつないだ配線をまとめてみました。並列バッテリーと比較すると配線がすっきりします。実際に配線した画像で比較してもこれだけの違いが出ます。また大きさもコンパクトになっているので、この大きさで 460A あるのはかなりありがたいですね。はい。で、この配線なんですけれども、本来はこの絶縁キャップがこちら側にだけ穴が開いているので、こちら側からだけ通したかったんですけども、ちょっとこの配線が太すぎてこちら側から出すことができなかったので、1本をこの上側から出しています。なのでこのキャップのこの部分に穴開け加工をして取り付けられるようにしたいと思います。で、穴開けなんですけども、マジックでなんとなく印をつけてこんな感じで穴を開けようと思っています。マイナス側も同じですね。でこの穴開けなんですけれども、ステップドリルを使って開けていきます。この電動ドリルの穴開けですが、手で持っただけだと映像のように絶縁キャップが外れて手を怪我する危険があります。もし穴開け加工される場合はクランプ等で絶縁キャップを固定するようにしてください。はい。こんな感じで穴を開けたんで、今止めようとしてみたんですけれども、元から穴が開いていた部分、この部分が2本のケーブルを入れてしまっているんで、どうしてもこの部分に干渉してしまいます。なのでちょっと作戦を変えて、このケーブルをこちら側から出して3方向からケーブルを出すような形で取り付けたいと思います。また絶縁キャップの穴開けは一度穴が開いたら映像のようにニッパーで角を切り落とすときれいに切ることができました。マイナス側も同じようにケーブルの穴を開けたら絶縁キャップを取り付けて完成です。はい、配線が完了しました。かなりいい感じですね。で、これはたまたまなんですが、こちら側にスイッチボタンがあるのはかなり便利ですね。このままこの上にフラット床を乗せてもすぐにここにアクセスして電源を入れることができるので、そういった点では使いやすいですね。で、反対側からチェックしてみてもかなりスペースに余裕ができるようになりました。いい感じですね。それでリタイムのインバーターもこの部分に仕込んでいて、この部分にスイッチがあるので、フラット床を乗せてもここから手を入れて、これもこの部分でスイッチのオンオフができるんで、これもかなり使いやすいですね。私はこのエレクターパイプの高さを27センチで設定しているんですが、このバトラーのサブバッテリーは高さが26センチなので、ちょうどぴったり入るサイズになっています。ジャストフィットですね。他の荷物も収納してみます。こんな感じでいつも使っている荷物を入れてもまだかなりの余裕があります。私はこの部分に靴置き場を作りたかったので、これはかなり便利に使えると思います。今回バトラーのサブバッテリーを導入したことで、このケーブル2本と絶縁キャップ、これらを減らせました。その上この部分に靴を置いたり他に物を入れられるスペースもできたので、これはかなり嬉しいです。また絶縁キャップに関してもこのようにプラスネジで止まっているので、いわゆる柔らかい素材の絶縁キャップはちょっとした衝撃でキャップが外れやすいといえば外れやすいんですが、バトラーの絶縁キャップは外れる心配がないので、そういった意味でもこれは使いやすいなと思います。フラット床を乗せて実際に使ってみます。インバーターはちょうどここにあるんですが、この部分から電源を取って床下を這わせて、でこの部分から電気を取って車内で電気を使う予定でいます。ここのスペースもほんのちょっとスペースがありますので、ちょうど1足分ぐらいはギリギリここに靴が入るので、こういった使い方でもいいかなと思います。実際に車内に置いて使いやすいかも検証してみます。ご覧のようにフラット床をセッティングしていてもバッテリーにすぐにアクセスできます。まだゴールデンウィークなので 12V クーラーを動かすにはちょっと季節が早いんですが、実際にどんな感じで動くか検証してみます。はい、いい感じに冷たい空気が出るようになりました。現在の車内の気温は27度、湿度 57%。 車内をサーモグラフィーカメラで見るとこんな感じなんですが、このクーラーのところは6度ですとか、そういった冷たい空気が出てきています。かなり冷えています。今クーラーのコンプレッサーが回っている状態なので、消費電力は 54A、730W 程度を使用しています。かなり電力を食っていますね。
今マックスで冷やしている状態なのでこんな感じなんですが、現在の時刻は15時43分。5分ほど前からクーラーをつけているんですが、バッテリー残量は 99% になっています。まだ真夏ではないので過酷な環境下では検証できないんですが、クーラーを動かしてみてどのぐらいバッテリーが減るかを検証してみます。天気は晴れたり曇ったりの天気なんですが、今現在ソーラーパネルから8ワット充電されています。はい、時刻は17時36分。車内の気温は 16.7 度、湿度 49%。 結構寒いぐらいですね。もうさすがに夕方になったので、ソーラーパネルからの充電は 0.01 アンペアしか充電できてないんですが、2時間ほどクーラーをマックスで動かしてバッテリー残量が 90% まで減りました。残りのバッテリー残量は441アンペアアワー残っています。クーラーをマックスで動かしていて、それなりに直射日光も当たっていたので、そこそこ涼しめの真夏の夜ぐらいの環境かなとは思っているんですが、バッテリー残量が2時間動かして 90% しか減っていませんので、おそらく一晩は余裕で持つと思います。季節が最高気温27度ぐらいで、ちょっとこういった 12V クーラーのバッテリー残量の検証するにはちょっとまだ時期が早いんですが、それでも 460Ah のバッテリーを使って2時間クーラーをマックスで動かしてバッテリー残量が 10% しか減りませんでしたので、そういった意味では今回バトラーのサブバッテリーに乗り換えてよかったなと思いました。翌日、時刻は10時16分。これから運転をする予定なので、この 90% まで使用したサブバッテリーがどのぐらいで充電されるかを検証します。私の車はオルタネーターも 60A から 90A に容量アップしており、普通のエブリーとはちょっと違う状況ではあるんですが、充電の溜まり具合を検証します。アイドリングの状態では 26.27A、358W 充電されています。走行中の充電状況は約 30A、426W で充電できていました。私の使っているオルタネーターとレノジーの走行充電器は、通常調子のいい時の場合 45A、620W 程度で充電されるんですが、このような充電状態になるにはバッテリー残量が 80% を切っている状態でないと急速充電されず、今回のようにバッテリー残量が 90% を超えている場合は最大でも 30A 程度の充電になるようでした。ソーラーパネルからの充電はこのような薄曇りの日で 5.87A、79W 充電できています。そして30分ほど運転して 94% まで充電が回復しました。でこれ見ていただくと分かるんですけど、458アンペアアワーバッテリーの中にあると書いてあるんですけども、 Amazon に記載されている交渉ではバトラーのサブバッテリーは460アンペアアワーのバッテリー容量なんですが、私が何度か充電させて検証してみた結果、約490アンペアアワーまで充電がたまるようです。これはちょっと表記よりバッテリー残量が多いので嬉しい誤算ですね。はい、1時間ほど運転してガレージに戻ってきました。今バトラーのバッテリーの中には475アンペアアワーの電力が残っています。この段階ですでに交渉の460アンペアアワーのバッテリー残量を超えていますので、やはり実際の記載より多く充電できることが分かりました。まだ真夏にはなっていないので、このバッテリーのポテンシャルを検証しきれていないんですが、今後は車中泊で使う中でさらに気づくことがあれば動画でお伝えしていきます。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。